なんとなくこう自分の中でこうビーチに行って波の音聞いてで気持ちよくクリーン活動したなっていう、そういうなんか清々しさとか、あとは同じようにビーチクリーンをしている、仲間と出会えたりとか、なんかそういったことがモチベーションになっていったのかなと思います。特に環境問題はこっちから見るのとこっちから見るのでみんな正解が違うから、自分が正しいと思う方を選んでやっていくのがいいかなと思ってます。田中秀則と言います。石垣に来たのはちょっと都会の生活に疲れちゃって、地方というかローカルに行きたいなっていう思いがあって、本当はもずくのビジネスしようと思って石垣島に移住してきたんですけど、そのもずくのビジネスが全くうまくいかなくてはい、大不作になったりとかいろいろあって、でこの環境問題、環境に何か関係する仕事がしたいなと思って、日本でレジ袋が有料化になった2020年の7月1日からよし毎日ビーチクリーンやってみようと思って、で最初は100日チャレンジって言って100日間毎日やってみようと思ってスタートしたんですけど、気がついたらもうすぐ5年になってまして、100日本当にできるかなと思ってたんですけど、割とあっという間に簡単にクリアしちゃって、毎日ゴミ拾いしてると何百日も石垣島でビーチのゴミ拾いしてるちょっとおかしいやつがいるぞっていうことで、いろんな人たちが会いに来てくれるようになったんですよね。石垣の高校生たちが海洋ゴミの問題に取り組んでるグループがあって、でそこの講師として招いてもらって、やっぱりそこでの出会いが今仕事につながってたりとかもするし、なんかその出会いが嬉しくてありがたくて、また次の日ビーチに行くモチベーションにもなってて、なので、今もそうですけどやめられないというかこんなに人と出会える、ただただゴミを拾うっていうことなんですけど、たくさんの人たちと素敵な出会いが、この先も継続していけたらいいなというふうに思ってます。最初はビーチクリーンでスタートしたんですけど、海に流れ出るゴミの8割が街から流れ出るっていうふうに言われてるので、どこでゴミ拾いしても最終的にはビーチに流れ着くんじゃないかと思ってで、川で拾っても街中で拾っても公園で拾ってもビーチクリーンだと思って最初、やってたんですね。でもう一つの、石垣ナイスクリーンプロジェクトっていうのはこれですね。これが観光客の方もそうですし、市民の方も気軽にビーチでゴミ拾いができるっていう仕組みなんですけど、それがこの石垣ナイスクリーンプロジェクトっていう取り組みになります。なんかこれってもしかしたら仕事になるかもしれないなというふうに思って、もう始めて半年経たないぐらいですかね、もう会社にして会社を立てて、そこから合同会社縄文企画っていう会社なんですけど、その会社の中でこのビーチクリーンのツアーだったりとか、あとは拾ったプラスチックを使って物を作ったりとか、なんかそういったことを始めました。ある日本の建築会社さんと一緒にビーチで拾ってきたプラスチックを使って何か物を作ろうっていうことをやってるんですけど、石垣の商業高校商工の観光科のコースの子たちと一緒に今ワークショップをやって、どんなものを作ったらいいかっていうのを今考えてます。今自分の役割はこの現状をたくさんの人に知ってもらうっていうことだなというふうに認識していて、でそのためにこのナイスクリーンプロジェクト
もあるし、いろいろものを作ったりとかもしてるんですけど、そのものをきっかけに、そういったことを知ってもらう一つのきっかけになったらいいなというふうに思ってます。高校生の修学旅行とかの受け入れもさせてもらってるんですけど、高校生とかあと大学の子たちがやってみたいって言った時にはもう積極的に、お手伝いするようにしてます。僕はもう本当に石垣島でこの流れ着いたものを拾うことしかできないから、どうしたらその発生するところを止めていけるか、そういう力がある人たちに届けることができるか。拾ったものを流れ着いたものを拾うだけだとやっぱり解決にならないと感じてて、流れ出る元をなんとかやっぱり止めるためにどうしたらいいかなっていう、なんかそういったことをこれからはやっていきたいですね。やっぱり海の生き物たちが誤飲しちゃったりするっていうことが大きな問題だと思いますし、一番やっぱり怖いのはマイクロプラスチックになって我々の人間の体にも影響が出てくるんじゃないかなっていうのが今一番怖いですね。石垣に来たらぜひ石垣ナイスクリーンプロジェクトに参加してもらいたいなと思います。